新しい出会いを探すのが大変なので、復縁を考えるのはダメですかという質問をするぐらいなら別れなきゃいいと思うんですけど、それを別れたわけですね。いろいろあってうまくいかなかった、ね、だけど一人になったら寂しいからもう一回復縁する。それ何も変わらないですよね。そんな押してみたり引いてみたり付き合ってみたり離れてみたりっていう関係が楽しいな、心地いいなっていうんであれば、それはご自由にしたらいいと思いますけど、何か自分がねちゃんと付き合っててお付き合いしてて、でもいろいろあってうまくいかなかったなって言って、そして離れたのであれば、新しい出会い無理に探さなくてもいいんじゃないですかね。それは新しい出会いを無理に探すということは寂しいから、何か一緒にいてくれる人を無理やり探してるみたいなもので、それが面倒くさいから大変だからなかなか出会いがないからって言ってまた元の鞘に収まっていく、ね、でまたそれもマンネリ化してみたいな状況になりますね。お互いにとってプラスにならないんじゃないかなと思いますね。お釈迦様の言葉でね、厳密な言葉ではないんですけども、その迷い多きね、中途半端な状態で、その迷い多き中途半端な人と一緒にだらだらいるなというような趣旨のことをお釈迦様はおっしゃってるんですね。自分に何か生きる目標があったり、あるいは自分が目指すべき将来っていうのがあったりで、そういうものを明確に持ってる人っていうのはそこでふらふらだらだらしないですよね。若い時っていうのはあっという間に時間が過ぎていってしまいます。これ別に若い時に限らないです。若い時っていうのはあっという間にもう時間が過ぎて、気がついたら30だ、気がついたら40だ、気がついたら50だと、気がついたら命がないわけですよね。ですから命の有限性っていうことを考えたら、ね、そこでだらだらする時があってもいい、迷う時があってもいい、ふらふらする時があってもいいです。けれども、でもいたずらに中途半端な人間関係を過ごしていると、貴重な時間というのはあっという間に過ぎていってしまいますね。ですからなんとなく自分が寂しいな、だけども新しい出会いを探すのはめんどくさいな、大変だな、だから簡単にとりあえず寂しさを紛らわすことができる、で慣れ親しんだ関係に戻っていく。それでうまくいくならいいですけど、多くの場合多分うまくいかないと思うんですね。そう問題は相手にあるわけじゃなくて自分にあるっていうことがよくわかりますよね。前を向いてちゃんと生きてる人っていうのは、そういう人と無駄な貴重な時間を過ごしたくないって思うので、そのダラダラモヤモヤ同士がまたダラダラモヤモヤして、なんかうまくいかないね、あれだねって言って離れて、でまたくっついて、また離れてくっついて、なんか時間が過ぎていく。そういう人生が送りたいんだったら、大いにそういう関係を楽しまれたらいいと思いますけれども、中途半端な状況で中途半端な人と寂しいから一緒にいるぐらいだったら、一人で行けというのがお釈迦様の教えですね。若い時の時間というのはあっという間に過ぎていきます。うまく生きられなくてもいい。でも自分がね、どう生きたいのかということをやはり常に自分に問いかけて、そして命が有限であるということを知って、若き時を思い切りね、楽しんで生きていく。きっとそういう人生の先に、生きててよかったなっていう事実感っていうのがですね、味わえると思います。とにかく過ぎ去った時間というのは取り戻すことができませんから、その時その時精一杯自分ができることをやって、生きていくということをぜひ若い方には特にね、お勧めします。だらだらふらふらそういう時があってもいい。それがダメとは言ってない。けれども、いやーこんな自分じゃなーって思うんだったら、思い切って先に行った方がいいと思います。でもその時に
新しい関係を無理やり探す必要なんていうのはなくって、ね、寂しいでしょうし、お付き合いしてたとかポッと離れるとなんかポカンとこう空いてしまった空洞みたいなものを感じると思うんですけども、その空いてしまったこの心の空洞に何を入れていくかって、そこが新しいものが入ってくるから新しい一歩を踏み出すことができるし、新しい世界が開けていくわけでしょ。だからそこへですね、この寂しいな、なんか離れちゃってなんとなくこれまでと習慣が違っちゃうなとね、その時間に何をするかって、一人で何をするか、それが次の恋愛なりお仕事なり人生を作っていくので、ぜひね、いろいろあって別れたんならもうそこで前を向いて、この寂しさのエネルギーを次の一歩を踏み出すための力に変えていくって、そういうあり方をしていくとね、きっとその先は開けていくと思います。お釈迦様は中途半端な状態で中途半端な人とお付き合いしてるんだったら一人で行けっていうのがお釈迦様の教えです。私も若い時そのブッダの言葉を胸にですね、そのポカンと空いてしまったなんとなく寂しい時っていうのは、なんか一生懸命自分の見つけて突き当たったことをやっていって、それが気がついたらいつの間にか自分の力になって自分を助けてくれるっていうことが起きていったように思います。一つの慣れ親しんだ環境からゆでガエルがですね、なかなか飛び出せないんですけどうまくいかないねってポンと飛び出した、その飛び出したきっかけで新しい世界を掴んでいく、人生がそうやって広がっていくので、その時のなんとなくこの肌寒い感覚ね、生ぬるいお湯の中に浸かってたのがビュッと外へ出たらちょっと肌寒いじゃないですか。なんとなく心地よくないというか、今までの慣れ親しんだ環境とは違う状況になりますけど、この時に何をするかということがとっても大事です。結果として元の鞘に収まった。それで、よかったねだったらそれは全然文句ないですけど、ね、全然私が口出すことじゃない。けれども、何か、いろいろうまくいかなくって別れたんであれば、その別れた先の寂しさっていうものをですね、しっかりと自分の原動力にしながら一歩を踏み出していくと、新しい人生、新しい関係というのが開けていくと思います。そう。中途半端なダラダラとした関係を続けていくぐらいだったら、勇気を持って一人で行けというのがブッダの教えです。